今回の産業まとめ。発端となった朝鮮戦争発言。中国メディアと韓国メディアの戦い。一部の過激発言を誇大報道。韓国の人気アイドルグループ BTS の発言をめぐって中国の一部ネチズンによる批判的な発言が、中韓両国メディアの間で激しい攻防戦を引き起こしています。米韓関係の功労賞であるバンフリート賞を受賞した BTS のリーダー RM は、受賞の言葉として米韓両国が受けた苦難について語りました。これに対して中国ネットでは、中国について触れられておらず、欧米延長を無視し、中国軍人を侮辱したと激しく反発しています。こうした内容を韓国の通信社聯合ニュースが報じ、この内容は環球時報を通じて中国にも報じられました。これに対して中国メディア環球時報は、韓国メディアは一部の中国ネチズンの発言ばかりを取り上げ、極めて偏った誇張だとして反発しています。それどころか、今度は環球時報が韓国の極端なネチズンの声を集め、あたかも韓国の BTS ファンが、BTS は間違っていない。私たちは中国のファンは必要ない、という、中国人を刺激するようなものだけをまとめて韓国メディアに応戦しました。これに対して今度は韓国メディアが環球時報のこうした偏った報道姿勢を非難。もはや泥沼の様相を呈しています。中国政府は今回の騒動に対して早々に自制を求めるような発言をしていて、実際に中国ネットではこうした騒ぎは徐々に収まりを見せています。しかしながら韓国メディアは T シャツを燃やす映像やファンが BTS の映像を削除する映像を取り上げ、中国では未だ過激な行動が続いていると報じています。編集所官。今回の概要。常にある批判的な意見。BTS メンバーはただの韓国人。過激な意見を喜ぶ両国メディア。多くの人が、まだこれやってるんだとお感じでしょうね。実際はかなり下火ですが、両国メディアが必死で盛り上げているようです。中国政府のご機嫌伺いの環球時報は政府へのアピールなのか何なのか、朝鮮戦争における中国の歴史観をしきりに主張しているようです。まあ、中国にしてみれば、米国に侵略されかけた朝鮮を守るために多くの犠牲を出してまで独立を守った聖戦のような位置づけですからね。環球時報にとっては、これを1グラムたりとも軽視してはならないという姿勢を共産党にアピールしているということでしょう。そんなのいらないと思いますけどね。もう十分尽くしているから。何のポイント稼ぎなのかとにかく必死で韓国を叩いて中国を称えようと必死です。中国でも韓国でも、相手を厳しく攻撃する人たちがいる一方で、理解を示す人たちも多くいます。両国メディアはその中で、お互いの感情を激しく揺さぶるものばかりを切り出してあたかもそれが代表的な意見であるかのように掲載するわけです。記事を書く側も読む側も、求めているのは事態が沈静化している様子ではなく、攻撃的な内容とそれに対する激しい反論です。そういう読者や視聴者の感情を煽るものが最近は好まれています。こうしたチャンネルをやっていればそれはよくわかります。多分私も BTS をコテンパンに批判して、中国と韓国の一部のネチズンたちを罵ればもっと人気のあるチャンネルになるんでしょうけどね。偏った不正確な情報を誇張するのは性に合わないのでね。そういう立ち位置なので、この両国メディアの不毛な戦いは批判させていただきますよ。常日頃から BTS に批判的な中国人はいるでしょう。そうした彼らの発言をとにかく批判的に捉えたものが拡散したというわけです。そんなものに影響された中国の BTS ファンもどうかと思いますが、背景には中国の朝鮮戦争に対する歴史認識があるわけです。朝鮮戦争はイデオロギーの対立であり、どちらが良いとか悪いとかはないと思いますが、中国は当然それに明確な善悪をつけるわけです。善行を成した中朝と、それに反して侵略を行った米韓という構図ですから、米韓のみを称えるのに違和感を覚えるということなのでしょう。私は BTS のメンバーたちは、ただの一般的な韓国人としての歴史認識しかなく、特定の政治的立場を取ろうという意識もないと思います。良くも悪くも韓国人的な視点でしか考えていなくて、何かしらの意図的なものがあるとは思いません。それは周辺国にとっては気分の良くないものではありますが、それに対する配慮というのもあまりないようです。
全くないというわけではないですけどね。マネジメントが所詮韓国の会社なのでまだそういう中立の立場を取るという意識もないのでしょう。兵役に関しても、メンバーの一人は、韓国政府の指示に従う、と、特別な主張はしないわけです。法律通り行くとも言わない。そこは誰の指示なのか、ちょっと計算高いとも思いますね。一般的な韓国人の考えというなら嫌いだね。という人はそりゃ嫌いだということになるでしょうね。私はこうした何の特別な主張もない人にはとやかく言うつもりはないです。一方一部の中国の BTS ファンですが、彼らが韓国人という立場をこうして貫く以上はどうしようもない。嫌な人はやめればいいし、それはそれと割り切る人は割り切ればいいだけ。間抜けな一部の過激な意見に扇動されるファンが最もたちが悪いですね。韓国の過激な人たちもいつも通り、ただ単に中国のそういう姿勢を嫌っているだけなので、それを取りまとめて報じる環球時報もどうかと思います。メディアとして党と一部の愛国主義者にアピールをしたいだけで、彼らは本当に書きたいことも書けない哀れな存在です。それについてはどうとも思ってないのだろうけど、権力の忠実な犬でしかないから。また BTS？ なんか他の話題ないの？あったけど、ちょっとこっちが気になったもので。興味ない。というか、今回は BTS は脇役で、中国と韓国のメディア同士で罵り合ってるというわけ。ますますどうでもいいですね。そうなんだけどね。でも中国にとっても今年は重要な年で、今年で神戸戦争70周年なんだって。神戸戦争っていうの？ますます変なの。それもあって、最近は関連するドキュメンタリー番組を放映したり、関連する映画の公開が控えているらしいよ。もしかしてそれを商売的に宣伝するために騒いでるの？ひょっとしたらそういうつながりもあるかもしれないですね。そのために環球時報は批判的な発言を集めているのかも。なんか嫌ですね。政府べったりのメディアって。韓国メディアは中国批判すれば盛り上がるからやっているような感じですしね。結局愛国者を集めると儲かるんですよ。そうなんですね。じゃあこのチャンネルは中途半端ですね。まあ徹底しているところと比べるとかなり中途半端だね。ところで BTS は中国に行ってないんですよね。なのにファンがいるんですね。BTS が人気が出た頃とサードで金韓令が出た頃が重なっていますからね。なので中国に支えられているという意識はないんですよ。ファンクラブってどのくらい減ったんですか？報道によると532万人いたのが531万人になったそうです。中国人が1万人辞めたってこと？少ないね。影響力はないってことがここからも明らかになりますね。なので中国に育てられたわけでもなく、中国に大きく支えられているわけでもないんですよ。世界的な成功なので。でも1万人が多いかどうかはよくわからないね。中国人のファンクラブ加入者がわからないから漠然とした数字ですね。増える勢いもあるから実際には中国人の会員はもっと減っているかもしれないし、いずれにせよ韓国芸能は日本と違って対外依存度が高いので、今後もこういうことは起きるでしょうね。そういえば中国ネチズンはサムスンやヒュンダイ自動車のとっさの対応を褒めていましたよ。BTS 版の製品や広告をすぐに削除したから。だったらこれで中国でのサムスンやヒュンダイ自動車の人気も回復するってことですか？中国の愛国者から褒められただけだから、人気が多少増えても売り上げは変わらないかな。愛国者なら中国企業の製品を買うだろうからね。じゃあ別に得もしないんだ。そういうこと。イメージですよ。イメージ。あとは中国政府に態度を示したということです。別に国家レベルの問題に発展しているわけではないので、韓国が米国寄りになったことを意味するわけでもないです。一部韓国メディアはそう見られるかもしれないと騒いでいるけど、一回のアイドルの発言でそこまではならない。中国はそれを出しにして脅したりもしない。貸しにするかもしれないけど。この数日、中国メディアは完全に静かになったし、そして米国政府は中国を叩きたいから BTS を擁護しているようだけど、米国側としてはそういう態度を取るのはごく自然。なんか上げ足取りって感じで嫌ですね。中国も韓国も。
それが感情的なネットの論調を醸成する要素ではありますけどもね。結局はお金ですか？まあ、多くの人がそうですよ。空豆届きました。何？空豆って。イヤホンのことです。ああ、あの耳クソが詰まったみたいなやつね。耳クソって言ったらダメ。女の子の発言じゃないよ。あ、耳が痛くなるからできないんだっけ？かわいそうに。痛くならないの？私も1時間くらいで痛くなる。一緒じゃん。でも耳クソって、空豆って言ってよ。なんかアップルのあのテロって出ているタイプはうどんって言うらしいですよ。ほんと？そんなの初めて聞いた。これが届いたので音楽聴くのが楽しくなった。最近ずっと聴いてるんだ。ずっとって？電車の中と家の中で。あ、そう。いいでしょ？別に。でもよかったね。新しい楽しみができて。ゆるりんは何か届いたの？一個失敗した。え、お買い物？そう。Bluetooth ドングルだと思って買ったら、PS4 のゲームコントローラーの無線装置だった。はあ、いらないの買っちゃった？そう。説明よく読めばよかった。やっちゃったよ。どうするの？返品かメルカリかだね。お粗末様。もう一回買おうかな。Mac 用がなかなかないんですよ。知らないけど、もう一つはどうだったの？あれは一応動いたけど、ちょっと接続安定性がいまいちかな。失敗？まあまあかな。ゴミじゃない？一応繋がったからゴミではないということになってる。私は大成功。プレイリスト作って遊ぶんだ。中国製は本当に当てにならないよ。